皆さんこんにちは。カレンゲームラボのカレンです。今回はリリースが待ち遠しい真空の目エーテルゲーザーについて2本立てでいきたいと思います。1つ目は全キャラの中でもハデスに次ぐ綺麗なお姉さんアテナをフルボッコします。2つ目は発見 TGS でプレイした感覚から攻撃がよく似ていたので、これはもしかしたらあのゲームのあの敵キャラの練習になりそうなんじゃねということで、以上2点を紹介したいと思います。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは見てまいりましょう。まず1つ目は全キャラの中でもハデスに次ぐ綺麗なお姉さんアテナをフルボッコということで、ステージは高難易度コンテンツの一つ夢の再構築からアテナステージの最高難易度で挑もうと思います。さらに細かく難易度設定ができて、クリア時間以外は当然一番難易度高くしてます。ただ倒すんじゃつまらないので、今回メインで使用するキャラは A ランクのキングを使ってフルボッコにします。なんでこのキャラ使うのかっていうと、アテナの弱点である物理属性持ちということと DPS が高いのでモディファイアモードを連続して発動することができたりします。ここが今回のポイントです。そしてパーティーメンバーにはヘラバージョン2を入れていて、なぜかというとパーティー内で攻撃力の高いキャラに対して攻撃力アップのバフをかけるスキルを持っているので、相乗効果が期待できる点でパーティーに入れてます。でもう一人忘れちゃいけないのは無全貌天狗。単純にこれはデコイです育成状況はヘラはキャラスキルレベルともにカンストしていて、無全貌天狗はキャラレベルカンスト、スキルレベルはぼちぼちって感じ。両キャラともに刻印は適当につけている状態。キングについてはキャラスキル刻印レベルはともにカンストしていて、刻印は一部専用化を行っています。専用のファンクターはつけていません。以上が育成状況です。それでは早速見てまいりましょう。はい、始まりました。今回は特にノーダメージ云々ではなく、このキングの武器チェーンソーによるスクラッチでアテナをガンガンボッコボコにしていきます。見ましたか、このブレイクゲージの減り方。画面上部の緑のゲージがマックスになるとモディファイアモードに突入するので、今回はこれを極力つなげて連続モディファイアモードを実現していこうと思います。キングのスキルなんですが、どのスキルも発動後ランダによる打撃攻撃で、その後攻撃ボタン長押しすることでスクラッチが発動する仕組み。さらにここからが特殊で、スクラッチ状態の時に回避を行いつつ攻撃ボタンを入れることでスキルが再度使用可能な状態になるので、立て続けにスキルを発動させることができます。これをいかにうまくつなげていくかがこのキングを使う上でのポイントになります。ちなみにこのステージではアテナはヒットポイントのゲージを10削ると2段階目に突入し、ヒットポイントが20ゲージへアップします。2段階目突入はどのステージでもそうなんですが、ヒットポイントのゲージの数が変わってきます。当然強さも強化され、範囲攻撃や遠距離攻撃、さらに防御膜を張って全ての攻撃を無効化してくるので、基本はこの防御膜を破壊してからヒットポイントゲージを削る感じとなります。防御膜は画面上部黄色のゲージをゼロにすれば破壊完了となり、防御膜があってもダメージは蓄積されるのでモディファイアモードへの移行は可能となってます。 DPS 高めのキャラであれば防御膜を削るのも楽なんですが、そうでないキャラは意外と苦戦します。いろいろごちゃごちゃ解説しましたが、今回はそんなのお構いなしにガンガン攻めていきます。ジャイアン風に言うならボロボロのギッタンギッタンにしてやるって感じですね今のところうまくスキルがつながって連続してモディファイアモードへ突入しているので、ほとんどアテナの攻撃ターンにならないといった状態。いろんな敵キャラで試したんですけど、アテナが一番やりやすかったです。キングはオールラウンドで使えるんですが、アテナに対してはズバ抜けて優秀ですね。好き嫌い分かれそうなキャラですが、 A ランクキャラの中では育てておいて損はしないキャラです。そんな感じで残りゲージもあとわずかで、ここからはしっかりとスキルの連続発動を行いモディファイアモードを継続させフィニッシュさせたいと思います。ここまで一方的だともはや奥義を使う必要ないですね。ソロでやっても勝つことはできるんですが、ここまで綺麗に連続モディファイアモードへ突入させることができないんですよ。もう少しキングを育成すれば多分ソロでも十分連続モディファイ狙っていけると思います。はい、最後空振ってますねはい、ということで無事に倒しきることができました。意外と遊びがいのあるキャラなので、リリースして手に入れたらぜひ使ってみてください。
続いて2つ目は発見 TGS でプレイした感覚から攻撃がよく似ていたので、これはもしかしたらあのゲームのあの敵キャラの練習になりそうなんじゃねということで見ていきたいと思います。1点注意点があります。あのゲーム、あの敵キャラについて念のためお伝えすると、個人的に TGS でプレイした感じから今回のステージが練習できそうかなといった感覚的に近い内容となっております。あくまでも個人的な感想ということをご理解ください。似てる、パクリといったことをお伝えする内容ではありません。それでは見ていきましょう。名調ワザリングウェーブスに登場する敵キャラ無冠を疑似体験できるステージですが、今回のイベントで開催されているステージで敵は偽りの力ウルドとなります。このゲームの良いところの一つとしてイベントステージでは高レベルのキャラの貸し出しもあるので、キャラ育成があまりできてない方でもイベントを遊びきることができるお手軽仕様。そして今回使用するキャラは我らが無全貌天狗。なぜかというと刀と女の子、この組み合わせ僕の中でめちゃめちゃ刺さるんですよ。かっこかわいい感じがいいですよね。はい、ちょっと気持ち悪いところをお見せしました。この偽りの力ウルドはイベントオリジナルではないので、いずれ定常でも遊べるようになると思います。そもそもカレンさん、なんで無冠を疑似体験できるって言えるんですか？やったことあるんですか？はい、その辺はちゃんとリサーチ済みです。昨年の TGS でしっかり遊んでまいりました。それを踏まえて今後リリースする名調ワザリングウェーブスの無冠の疑似体験ができるじゃんと思った次第です。ただしあくまでも TGS 版での感覚なので、リリースされるものは大きく変わっているかもしれないです。名調ワザリングウェーブスの無冠についてちょっとお話しすると、初動は拳による格闘攻撃がメインとなっていて、ヒットポイントゲージを削り切ると変身し武器を装備し攻撃してくる敵となってます。印象的なところは無防備で歩いて近寄ってくるので、次の攻撃が読みにくく変なプレッシャーがありましたね。パターンはあると思うんですが、突然攻撃をしてきたり攻撃まで間があったり無防備状態があるのでテンポが崩れて攻撃しにくい感じです。また上空に飛んでからの滑空攻撃や円形プラス直線的な範囲攻撃、武器の振り回し、兜割りなどスピード感のある多彩な攻撃で回避パリーが難しい印象でした。しかも変身するとさらに攻撃パターンに変化があり、楽しい反面かなり難しさが倍増しました。初見だと結構やりにくい敵でしたね。難しさを倍増させた理由の一つに5分間のプレイ制限というのがあったので、焦りも出て倒すのが大変だった印象です。とまあ無冠の話はこの程度にして、その点ウルドは攻撃パターンがはっきりしていて攻撃の手を緩めず動いてくれるのでテンポよくかわしやすいですね。これが突然攻撃の手が緩んだらあれってなりますからね。疑似体験のポイントとしては武器による攻撃や範囲攻撃、さらに滑空攻撃となっていて、滑空攻撃はスピード感と攻撃範囲が広いので疑似体験するにはおすすめです。ただ滑空攻撃がプレイヤーの方にあまり飛んでこないので回避練習があまりできないという悲しさがあります。それでも疑似体験するには申し分ない敵キャラです。真空の目もそうですが、名調ワザリングウェーブスも早くリリースしてほしいタイトルです。 CBT があると思うので早く体験したいですね。ちなみに今回使用している無全貌天狗は初期 A ランクで物理攻撃系のかっこかわいいキャラなんですが、ちょっと火力が低いのが難点。育成はちょいちょいしているんですが、最終的にどこまで使えるキャラになるかが見えにくく、育成素材を使うのにためらうんですよね。画面見てもらえばわかると思うんですが、なかなか敵のヒットポイントが減らない。制限時間10分のステージなのでまだ良いのですが、高難易度コンテンツになるとタイムアタックが色濃く出るのでなかなか使う機会がないんですよ。ただこのキャラの良いところはジャスト回避によるゼロタイム空間を発動させることができる点ですね。そこでバリバリ攻撃を入れていくといった感じ。そういう意味ではソロで扱うよりかはパーティーに入れて補助的な要素で活かしていくって感じですかね。先ほどのアテナ戦の時が良い例です。回避をうまくやってくれるのでゼロタイム空間の発動なんかも結構あったと思います。しかしダメージが減らない。ノーダメージクリアを目指してるんですが、戦闘が長引くとその分集中力が途切れてくるので油断できないですね。攻撃パターンは大体把握してるんですが、
振り回しなのか兜割りなのか、たまに違ったパターンが来るので厄介です。斧の振り回し攻撃は広範囲に当たり判定があるので、うっかりしてると食らっちゃいます。オシリスバージョン冥王なんかもそうなんですよね。このゲームは鎌斧系の武器の判定が広いので注意が必要です。本当に広いんです。余談ですが、今後リリースしたらノーダメクリアとかミセプが増えてくると思うんですが、ちょっとした参考までに、このゲーム全ボス通して分かる範囲で基本となる攻撃パターンは2種類あると推察しております。初動の一撃目は大体一緒で、2撃目に変化があって、そこからパターンが分岐しているように感じます。さらに変化するパターンによって攻略難易度が違ってくる印象。どちらのパターンがどうのってことはないんですが、プレイする側としてどちらのパターンが倒しやすいかってくらいです。何度か繰り返し同じステージをやると分かると思います。やっと残りゲージもあとわずかになってきました。ここまではとりあえずノーダメージを継続することができてるんですが、そろそろ集中力限界に来てますね。すでにプレイし始めて5分経過してるので時間かかってますよね。無全貌天狗のスキル1には斬撃による連撃となっていて、ヒットするとインを獲得することができ、インを消費することでスキル3の発動が可能となってます。そのためうまくスキル回しを行うことでスキル3を数多く発動することができるんですよね。ミセプとしては最高に絵になるんですが、与えるダメージ量はそうでもないので残念な仕様。スキル3は斬撃で空間を爆発させるような感じですごい好きなんですが、ちょっと残念。はい、やっと倒すことができました。5分30秒と時間がかかってしまいましたが、無事ノーダメージクリアです。あくまでも推測ですが、名調ワザリングウェーブスがリリースする前には真空の目エーテルゲーザーはリリースしてるはずなので、偽りの力ウルドを体験することができると思います。はい、今回はアテナフルボッコと名調ワザリングウェイス無冠疑似体験についてお伝えしてまいりましたが、いかがでしょうか。各方面から石を投げられそうな内容となっておりますが、参考となれば幸いです。ということでチャンネル登録はお任せしますが、ぜひもう一本カレンゲームラボの動画を見ていただけるとありがたいです。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。